はいな、皆さんお元気ですか？花です。一昨日ぐらいにまぶたをさ、蚊に刺されてめっちゃ目が腫れてる。でも物もらいとかじゃないから別に目に何も影響ないかなと思ってメイクしたけど、マスカラがねめっちゃついた。今日また図書館に行くんだけどさ、私大人になってからめちゃくちゃ本を読んでるのね。でもよくさ、大人になると本を読めなくなるって言うじゃん。でも私は大人になってからの方が本を読む数が圧倒的に増えて、今月もう4冊読んでるのね。それが世間的に多い方じゃないかもしれないし、4冊目はまだ読んでる途中なんだけどさ、これね、もうすぐ読み終わるから、多分今月には読み終わるんだけど、ちょっとね借りた本のうち2つ読み切れなそうだからそれは延長するんだけどさ。でも私もともとね、月に1冊も読まないっていうか、マジで年に2冊とかそれぐらいだったの。画集とかはたまにパラパラめくってたけど、本当にそれぐらいしか読まなくて、だから今の状況は結構昔の私が見たら考えられないかもって思った。先週末ね「キングダム」を見に行ったんだけど、見てる途中であと何分かなとか時間をすごい考えちゃったんだよね。スマホとかでさ動画とか見てるとさ、絶対左上にさ時間が表示されてるじゃん。で、表示されてなくてもタップしたらすぐ出てくる状態じゃない。でも映画館とかってそんなことがないから、動画とかってさこっちから止める。でもし次見た時に途中からになってなかったら巻き戻してみるみたいなさ、そういうアクションが必要じゃない。勝手に流れてっちゃうっていうかさ、動画のコンテンツの波とかに。でも本ってそんなことないし、あとコメント欄がないじゃない。だから本は読んでる途中でレビューだったり人の意見とかネタバレとか時間あと何分かみたいなのとか、そういうのが付随してなくて、すごく時間軸がさ自分の中にあるし、いつでもその自分が閉じるだけで止められて、でまた開いてっていうだけだから、自分のことをとても待ってくれているなって思ったの。っていう本の魅力に最近気づいた。あと焦りがないよね、読むっていうことには。だからいつでも自分の中の焦りをちょっと取っ払ってくれるところがあるなと思って。なぜかというと、そのスピードが全部自分に委ねられてるから、読み進めるスピードが自分で決めることができるから、私に焦らない時間を運んできてくれるなと思って。だから結構外に行く時もね本を持ち歩くようになった。で他に思った本の魅力が、私最近ママと喧嘩してママと喧嘩して結構ね私が本音を伝えたんですよ。本音伝えたことはあるんだけど、もっとここをこうしてほしいとか、ここが本当に嫌だみたいなのを結構ちゃんと伝えて、それは多分初めてぐらいのことだったと思うんだけど、今朝ねそれもちょっとちゃんと伝わってないなっていうふうに思ったんだけど、それは私とママの性格があまりにも違いすぎるし、そのことをやっぱりこの間ぶつけた時に再確認したのね。でその時に私は結構この人無理とか、この人合わなすぎるとか思ったら、外の世界だったらもうすぐフェードアウトしちゃうとか、すぐ関係を切るみたいな感じでやってきちゃってるから、その関係をやっぱり修復しなきゃいけない場合で、性格があまりにも違う人とか考え方があまりにも違う人とぶつかったり出会ったりした時に、修復の仕方っていうか、どうやってお互いの落としどころを見つけていったらいいかっていうのがねあんまりわからないなって思った。外では切っちゃってきてるわけだし、今までママとぶつかったこともないってことはないけど、あんまりちゃんと私側から伝えたことが
ないから、その前例が自分の中にないんだよね。そういう人がいるっていうデータが私の中になくて。でも本だったらさ、結構私の苦手な人とかさ、すごいバンバン出てくるの。エッセイとかそういうのだ、エッセイっていうか随筆とか、あとは論文と小論文みたいなさ、論文とかそういうのだったら出てこないけど、小説だったらもういろんな人間出てくるし、すっごいたくさん私の苦手なタイプとか私と全然違う考え方の人とかも出てくるわけだから、たくさん本を今までもし読んでいたら、そういう人たちがいるっていうことと、そういう人たちはこういうふうに考えて、その結果こういうふうな行動をしていてとか、こういう背景があるかもしれなくてみたいな、そういうそういう人たちのデータが私の中に入ってたかもしれないなって思った。もちろんさ、現実世界でそういう苦手な人たちと無理やり付き合ったりするとさ、それは私たちの健康に、心の健康にさ良くないわけじゃん。だからなるべく関わらないようにするっていうのはさ、大事だと思うんだけど、こういう家族との喧嘩衝突みたいなさ、なんていうの、のっぴきならない事態になった時に、そういうデータがあったらちょっとなんて言うんだろう、私の支えにはなってたかなって思った。最近その YouTube とかインスタとかで見てるとさ、やっぱりさっきも言ったようにさ、コメント欄とかレビューがついてるじゃん。だからこういう人が良くないみたいなのとか、こういう考え良くないみたいなのが全部人の意見にどんどん引っ張られちゃったりするなって思ったの。でも本だったらそれはついてないから、自分で一回こう読み終わって、私はこう思ったなっていう考えを落とし込む時間ができるから。前にね、私の友達、同級生が今 SNS が力がすごくて、自分の中のその好きとか思想とかがすごく煮詰められて強くなってるんじゃないかって言ってたけど、私は逆にその自分たちの意見がより大衆とか周りの人たちとかに引っ張られやすくなってるんじゃないかなって思った。何を見るにしてもコメントとか人の意見がついてくるから。だから本ってさ、そういうのから離れられるから、それをなんだろう、一回自分の頭でコメント欄開かないで考えるっていうのは今の私たちに欠けてるんじゃないかなって思った。私ね、今窓際に本を並べてるんだけど、私もね別に本を全く読まなかったわけじゃなくて、結構こうやって買ってきてるわけなんですよ。でもこういうのは画集とか私の好きなタイプの絵とかすごく興味が関連がある、こういう中世ヨーロッパの料理とかね、中世の、これは漫画だけどとか、そういうのだから、不特定多数にすごく触れるっていうことがあんまりなかったから、最近はすごく図書館にたくさん行くようにしているっていうか、ように自然となりました。だからこういうアルゴリズム化されてない出会いっていうのをね、大事にしたいと思った。ちょっと私の動画をさ、何人の人が見てるか、将来的に何人の人が見るかもわからないし、まだ全然登録者数が10人もいってないような弱小チャンネルなんだけどさ、もしおすすめの本があったら教えてほしいです。じゃあ見に来てくれてありがとうございます。また一休みしに来てください。チュッシー。